八甲前物語。私の名前は八甲蔵。東京都渋谷区道玄坂一丁目在住の銅蔵である。その昔、ここ渋谷駅で帰ることのない主人を待ち続けた八甲という犬がいて、それをモデルに作られたのがこの私。自慢じゃないが、私は日本で上位に入る有名スポットである。とはいえ、私を見た人が手を合わせありがたがるわけではない。むしろその逆、皆私を待ち合わせ場所に利用している。そりゃ私だって若い頃は野ざらしよりか有名美術館で厳格な管理のもと生活することに憧れた。しかしどうだろう、腕を組み難しい顔をしてばかりの美術館の客に比べ、ここで待ち合わせをする人たちの顔には喜怒哀楽がある。人の感情もまた野ざらしになったこの場所を、私は今ではすっかり気に入っている。時が流れれば、街の風景や人々のファッションが移ろいゆく。それは待ち合わせにしても同じで、最近は小型通信機器の普及により、ここで待つ人が減ったように思われる。待ち合わせて確実に会えるというのは人間にとっては良いことなのだろう。しかし長年人々の待ち合わせを見てきた私としては、少し寂しい気もする。昔は待ち合わせ一つにしたってドラマがあった。そう、ドラマが。例えばこんな話。蝉しぐれが響き渡る夏の夕暮れ。それぞれの恋人を待ち続ける一人の男と一人の女。二人はもうかれこれ2時間ほど待っていただろうか。夕暮れ時の涼しい風がひゅーっと吹いた。その風にあおられてか、青年は意を決して女に話しかけた。待ち合わせですか。女は少し顔を上げ、青年を一別し、ええとだけ答え、またうつむいた。なかなか来ませんね。僕のガールフレンドもあなたのボーイフレンドも。きっとあの人は来ないんだと思います。どうして？そんな気がするんです。彼きっとよそに女を作ってるんだわ。女の勘ってやつですか。彼女はすすり泣き始める。彼は天を仰ぎ、独り言のようにこうつぶやいた。許せないな。え？あなたみたいな人を泣かせる、その彼が僕は許せませんよ。よして。あなたはドアが開き放されたカゴの中にいる小鳥だ。今こそ大空に飛び立つ時です。そうすればきっとあなただけの場所を見つけられますよ。青年の言い慣れないキザなセリフに彼女は思わず笑みをこぼし、彼に初めて微笑む顔を見せた。おかしな人ね。やっぱりそうだ。彼女は目を大きく開いて表情で聞き返した。やっぱりあなたには笑顔が似合う。そうかしら。ええ。
飛び立つべきだ。鳥が鳴くのは枝に止まっている時です。人間だって羽ばたいている時は鳴きませんよ。そうかもしれない。あなたは？あなたは見つけたの？自分だけの場所。いや、まだその途中です。ご覧の通り、今日もまた振られちゃいました。ごめんなさい。いや、いいんですよ。もう慣れっこですから。そう。男を見る目がない女って案外多いですからね。ヒューッと風が吹き、彼女の前髪を揺らした。シャンプーの香りをほのかに含んだその風は、そのまま青年のほてった方を優しく撫でる。青年は勇気を振り絞って言う。もしよろしければ、今日行く予定だった映画のチケットがあるんで、一緒にどうですか？彼女の反応は悪くない。何の映画です？青年は私を指さして言う。ハチ公の映画です。この前封切られた。待ち人こずの私たちにはうってつけね。さあ飛び立ちましょう。と青年は手を差し出す。彼の手を取ろうとしたその刹那、彼女は駅の方にいる人物の姿を見ためる。そこには彼女が待ち続けた男がいた。ケンジ。女はその男のもとへかけていく。ユミ、俺が悪かった。俺にはお前しかいねえんだって今頃気づいちまったのさ。彼女を抱きしめながら男はそう言った。私にもケンジしかいないの。熱い抱擁の後、二人は手を取り合い、渋谷の群衆の中に消えていった。去り際に彼女はちらりと青年に視線を送る。その瞳はまるで、やっぱりここが私の場所みたいと語っているようだった。二人の姿が見えなくなると、青年は肩をすぼめ私を見上げた。なあハチ公、来ない誰かを待ち続けるってのは辛いよな。お前もこんな気持ちだったのかい？青年は胸のポケットからタバコを取り出して火をつけた。でも彼女は一つだけいいこと言っていたよ。男を見る目がない女は案外多いってね。そして青年は空に向かって煙を吐き出した。吐き出された煙は風に乗ってくるくる回りながら夕焼け空に溶けていった。私が見てきた物語には他にもまだまだ興味深いものはあるが、そろそろお時間が来たようなので今日はここまで。機会があればまたいつか皆様の前でお話しさせていただこうと思う。もっと聞きたいという方は渋谷へ来てくれたらいい。私はいつでもここにいる。ではまた会う日まで。
皆様に良き出会いがあらんことを。和音。